そうでしょうか。お、案外早く目が覚めたんだな。よくわかってんじゃん。そうかそうか、お前なかなか素直なやつじゃないか。気に入ったぜ。あれは仕方ないだろ。僕じゃなくたってあんな紹介のされ方したらキレるっての。まあし合ってみて悪いやつじゃないってのが分かったから一応は認めてやるよ。ああ、気づいてたか。隣国の美濃に放ってた草から急報が入ってさ、今てんやわんやの大騒ぎなんだよ。はあ、まさか斎藤達興様が尾張に攻め入ってきたんですか。バカザル、あのボンクラにそんなことする度胸あるわけねえだろ。ちょっと頭を使えよ、頭を。すみません。とにかく今から表情なんだ。健介も来いよ。いいのかっていうか、クオーン様から呼んでこいって言われたんだよ。さっさと来いって。でも私はまだお目見え以下の身分ですし。表情とかの公式な場で殿に直接会える身分かどうかってことだよ。猿はまだ御家人として認められてないから表情には出られないんだ。はい、だからお頭だけで言ってください。私は待っていますから。やあ、はあ、お前何言ってるんだよ。お目見え以下の身分のものを表情にあげたら家中の秩序が保たれなくなるだろ。てめえ何呼び捨てにしてんだよ、慣れ慣れしい。ダメじゃねえけど。しゃあねえな。分かったよ。ちょっと待ってろ、すぐに聞いてきてやるから。調子のいいこと言いやがって。だけどいいさ、頼ってるやつをほっとくなんてできないしな。ちょっとそこで待ってろよ。いえ、サッサ様ってすごく怖い人だって家中で有名なんですけど。サッサ蔵之介若菜様がです。そう言えるのはきっとお頭だけですよ。私とは身分も大きく離れていますし、こんなこと言うのは良くないんでしょうけど、私正直若菜様が苦手なんです。
克服できるんでしょうか。ああ、そんな風に考えたこと今まで一度もありませんでした。じゃあ頑張ってみます。おーい、聞いてきてやったぞ。猿も表情に出ていいってさ。お目見えが許されたってことは、これから特別に表情に出られるってことだからな。僕のことは先輩なんだから敬えよ、猿。はい。それは分かってるけどさ、僕猿の通称直に教えてもらってねえもん。木下藤吉郎、通称ひよこです。これからよろしくお願いします。ひよこってなんか弱そうな通称だな。まあいいや、僕は若菜、さっさ蔵之介若菜成政。これからよろしくやってやるよ、ひよ。はい。というわけで僕についてこい、猿。はい。来たか、健介、前へ。我の夫である貴様が下座に座るな。上段に来い。いいから来い。問答の時間が欲しい。では表情を始める。まずは状況を整理する。五郎座、言え。先ほど須俣の地に出城を築くべく現地に出向いていた佐久間様の部隊が壊滅、敗走してくるという早馬が到着しました。なんだっていや、そこはそんなに驚くことじゃないでしょう。試合の時に知らせが来てたじゃん。分かってるよ、それぐらい。須俣は長良西岸の中州に位置する。長良の向こうはすでに斎藤家の勢力圏のため、築城するのはかなりの困難が予想されていたが、はい、まさかこれほどまでに早く佐久間様の部隊が壊滅するとは。困難はわかる。しかし美の攻略のためには是が非でも須俣に城を築かねばならん。しかし殿、言うな。名主から託された美濃をいつまでもうつけの辰興に任せておくなど許せんことなのだ。佐久間のおばちゃんが失敗したってのはいいけどさ、じゃあ次は誰がやるんだろう。ひなは築城とかあんまり得意じゃないから無理。築城となれば麦穂様の出番だけどな。いや、麦穂は出せん。未だ膠着状態である今川や小うるさい長島にも備えんとならんからな。ですよね。じゃあ他に誰が？若菜がやれば？僕ができるわけないだろう。いや、そこで威張られても。どうした健介、何か意見があるのか？
なんだと。アホ、素人が何を抜かす。貴様が考えているよりもはるかに困難な任務なのだぞ。そうだそうだ、ちょっと強いじゃなかった、ちょっとだけ腕が立つでもない、ちょっと調子に乗れるからって調子に乗るなよ。若菜、そのツッコミ意味がわからない。まあでも言いたいことはわかるかな。若菜らしいツッコミだと思うよ。うるせえ、お前らちょっと黙ってろってば。はーい。けど健介くん、なんでまたそんなことを？どういうことです？健介、やってくれるか？正直わからん。しかし我らとは違う考え方を持つお前なら、あるいはできるのではないかと思えるのだ。だから我はお前にかけようと思う。頼まれてはくれぬか？本当にやれるのか、小僧。おいおい、簡単に言いやがって。失敗したら承知しないんだからな。まあしゃあねえな。そうなったら手伝ってやるよ。僕に任せとけ。このチョロさ、さすが若菜だね。うわ、若菜の扱い方うまいな。当然だ。頼む、健介。